どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日は目の前にずらっと並んでますけども、今シーズンお迎えしたアガベをまとめて紹介してみようかと思います。今年はね、植物は買いすぎないようにしようってね、年始ぐらいに心に決めていたんですけど、春ぐらいからアガベとか開墾植物のイベントがね、ほんとたくさん開催されていたっていうのもあって、気づいたら昨年以上にね、植物を買ってしまっています。もうすでにね、かなり買っちゃってるんですよね。昨年なんかは秋くらいに今年買った植物をまとめて紹介みたいな動画も撮ったんですけど、今年はね、もうすでにかなりの数を買ってしまっているので、もうね、途中経過という形で紹介してみようかと思います。さらにね、今目の前にはアガベが並んでいますけど、このアガベ以外にも植物をね、いろんな種類の植物を買ってしまっているので、今回はね、動画を分けたいなと思っていまして、そんなわけでまず今日は今シーズン迎え入れたアガベを全部紹介していきます。アガベ以外はまたね、近々別の動画で紹介していきますんで、よかったらね、チャンネル登録をしてお待ちください。今日紹介するアガベはね、ほんとどれも個性的なアガベばかりなので、見ている中でね、気になったアガベがあったり、あとはね、皆さんの自慢のアガベとかありましたらね、コメントで教えてください。あとね、うちに迎え入れてからすごい勢いで育っているアガベとかもありますんで、育成環境とかね、育成方法についても合わせてね、紹介していこうと思います。育成方法についてもね、気になる点とか質問があればね、コメントいただけたらレスしますんで、よろしくお願いいたします。はい、では今シーズン迎え入れたアガベをまとめて紹介していきます。はい、まずこちらですね。ボールタイプのアガベチタノタですね。この前のポタナイズとポルトラーノさんのポップアップでね、購入しました。こちらのアガベチタノタですね。もうめちゃめちゃボールタイプですよね。コロコロ。で、これ今ね、まだ実は発根管理中で、一時的にね、今これ鉢の上に乗せちゃってるだけなんですけど、なのでね、この後すぐまた発根管理戻すんですけど、ちゃんとね、発根したらこんな感じに鉢に植えて仕立てたいなと思ってるんですけど、これね、購入時はもっとね、丸かったんですけど、これ今でも結構まん丸なんですけど、購入時はね、ほんともっと丸かったんですよね。だけど今、これ発根管理中で、やっぱりちょっとね、加温をするので、熱を与えるので、加温するとね、やっぱり少し葉っぱは開いてくるんですよね。なので、またこれ、ちゃんと根が出て、土に植えて、で、水をやって、ある程度根がちゃんと張ってから、水をね、徐々に切っていったらもっともっとね、丸くキュッと締まった形になると思うので、今からね、その形を想像するのがね、もう楽しくてしょうがないですね。すでにかなり仕上がった感じのチタノタではあるんですけど、ここからね、もっと理想的な形に持っていけたらなと思っています。今年迎え入れた中だとこれが一番サイズは大きいかな。もうかなりのインパクトですよね。これからの成長が楽しみなアガベチタノタです。まず一つ目こちらですね。はい、続いてこちらはアガベのオアハカオテロイですね。もう今年、去年ぐらいからかな、大人気になっているこのオアハカオテロイですね。これもそのボタナイズさんで行われたポルトラーノさんとのコラボイベント、ポップアップで購入したものになっています。ポルトラーノさんの株がですね、もう本当に300株ぐらいあったって言ったかな。こういった感じのオアハカのね、アガベがもう大小様々、価格も様々で、もう300株ぐらい並べられていて、その店内もね、圧巻だったんですけど、これとね、さっきのボールタイプのアガベのチタノタがずらーっと並んでるというね、凄まじい光景だったんですけど、ボールタイプのアガベとオアハカオテロイが大好きな僕にとってはね、もう眼福でしかなかったんですけど、そういったイベントでした。で、そこで購入してきたのがこちらのね、オアハカオテロイですね。これね、ちょっと見ていただくと分かると思うんですけど、下ね、水苔の上に乗せていて、これ発根管理中です。実際ここじゃなくてもっとね、通気性のいいところで発根管理してるんですけど、今日は紹介しようと思ったので、ちょっとこの鉢にね、乗せてあります。はい、かっこいいですよね。もうこんな感じで上から見ると、これは植物なんでしょうかっていうような、もうこの入り組んだね、巨子。これがめちゃめちゃかっこよくて、こちらをね、迎え入れました。これも発根管理中で、土にね、植えとけば勝手に根は出るよみたいな話も聞いたことあるんですけど、こんな感じでね、根がスパッとね、切られた状態で植え込むほどの根でもなかったので、一応こういう風に水苔でね、発根管理しています。こんな感じでね、周りの葉っぱとか枯れちゃってて、生きてるのかなって感じではあるんですけど、これでもね、ちゃんと水苔発根管理していけば多分ね、発根すると思います。オアハカオテロイね、今後ろにちょっと映ってますけど、この後ろにある大きいやつ、これもね、オアハカのオテロイなんですけども、オアハカオテロイって最初ね、こんな感じでキューキューにね、締まってるんですけど、やっぱりね、成長して水あげていくとね、だんだん開いてっちゃうんですよね。なので、ちょっとね、開き気味になってしまうと、なんかバランス悪くなったりするので、このね、キューキュー具合、これがかっこいいので、いい感じにね、水分コントロールしてい
って風をしっかり当てて光もしっかり当てて、これもね理想的な形、こういった締まった形で大きくしていきたいなと思っています。もう現時点でまだ発根こそしていないですけど、形めちゃめちゃかっこいいです。このねコンパクトながらこんだけのインパクトがあるっていうね、存在感すごいですよね。これがねやっぱりこの大墓オテロイのね特徴なんじゃないかなと思います。はい、これも無事に発根することを祈りまして、引き続きね管理していきたいと思います。はい、続いてはこちらアガベのジャガーノートと FO076 のハイブリッドですね。丹波で葉っぱがね短くてこう重心が下に降りた感じのね、ジャガーノートっぽい特徴になっていて、でねこの巨子一本一本がねかなりこう尖っていてね、これ葉っぱはねこう丹波なんですけど、この先端のねトップスパイン、これがね結構長いんですよね。なのでこの低重心から放たれるこのトップスパイン、これがめちゃめちゃかっこよくてインパクトあるね株ですよね。これもね発根管理からやっていったんですけど、もう根はちゃんと出て徐々にね大きくなってきてるんですけども、よく見るとね新しい葉も成長点からね展開しつつあるんですけど、これも多分ねもっと丸々と締まっていく感じになると思うんですよね。もう一枚一枚の葉が結構こうやって大きいのでね、ぼってりまん丸した感じになってくんじゃないかなと思っています。これもかなり気に入ってる株ですね。ジャガーノートはね純血結構ねやっぱ人気はあるんですけど、純血はねなかなか入手できないと思いますし、あとねめちゃめちゃ高いですよねやっぱりね。そうだ、ジャガーノートの純血といえばこの前ねカクタスミサオさんにリトマンさんと行った時に到着するやいないね店頭に置いてあったねめちゃめちゃ大きいジャガーノートがあって、これかっこいいなとか思っていたら、これ今から縦割りするよみたいな話になって、目の前でジャガーノートの純血を縦割りするというね衝撃的なシーンをね見せつけられるというね、なかなかなインパクトだったんですけど、そんなね貴重なシーンも見せていただけるというね、カクタスミサオさんねめちゃめちゃ面白いですねあそこは。はい、また行ってみたいなと思うんですけど、はい、これはねそんなわけで純血ではないんですけども、ジャガーノートと FO076 のハイブリッドですね。これもかっこいいですね。はい、続いてこちらユタエンシスエボリスピナのカゲロウタイプですね。この巨子の先端がうねうねとねカゲロウのように揺らいでいるこういったアガベです。これもね大きいですよね。これ実はね僕ヤフオクで購入したんですよ。ヤフオクだと結構ね高いやつは高いんですけども、カゲロウとかねタイミングよく購入するとこういったエボリスピナはね意外と市場価格よりかなり抑えめでね購入できたりするので、僕もねタイミングよくこれをねそういった価格で買うことができたので、このサイズ普通に買おうと思ったら言っちゃうと10とか超えるんじゃないかなと思うんですけど、半額以下で買いましたね。割とねヤフオクも狙い目な時もあったりするんですけど、これもね発根管理からやったんですが、どうにかね無事に発根しまして、エボリスピナって発根結構難しい気がするんですよね。うちは最近ずっとエボリスピナに限らずアガベは全部水苔で発根管理してるんですけど、他のね株があっという間に根が出たりするのに対してエボリスピナはねなかなか根が出ないんで、いつもね結構不安になるんですけど、これもねどうにか根が出まして、こういう風に鉢に植え込んでる形になってます。ただねエボリスピナやっぱり成長が遅いからあんまりねこう全体の動きがそんなないんですよね。動きがないのでもうこのままの形で鑑賞していくという感じですかね。あんまりこう水をあげすぎて乾かないままとかにしておくと、1個ね僕ちっちゃいエボリスピナ、去年紹介したエボリスピナちっちゃい可愛いのあったんですけど、そのねカゲロウタイプのやつこれね枯らしちゃったんですよね。多分ねあれね群れとあとねカイガラムシにやられちゃったっぽいんですよね。でもう成長点からスカスカになっちゃって、もう再起不能という形になっちゃって、で枯らしてしまったんですけど、こうねエボリスピナってご覧の通りねかなり密集して葉がねびっしりと密集してるので蒸れやすいんですよね。蒸れやすいし、成長点の方にね虫がいるとか見えないので、アザミウマとかカイガラムシとかにねやられちゃう株も多いらしいので、これはねよく気をつけて管理していこうと思っています。はい、そんなねユタエンシスエボリスピナのカゲロウタイプ、これもねお気に入りの一株です。で同じユタエンシスのエボリスピナなんですが、これはね今年購入したものではなくて昨年かな購入したエボリスピナなんですけど、これはねカゲロウではなくこうトップスパインがちゃんとまっすぐになってるこういうねシュッとしたものなんですけど、エボリスピナはあんまりこう水をあげすぎない方がいいとかね、乾燥気味に育てた方がいいっていうのもあったので、育成をするというよりも鑑賞にねちょっと振った感じで管理してもいいかなと思って、で最近ねこの流行りのハビタットスタイルっていうんですかね、この自生地に似せたようなジオラマ的な感じ
じで植物をね植え込むというこのスタイルをねちょっとやってみました。あの日の園芸の陽介さんとかがねやっていて、やってみたいなと思って僕もね参考にやらせていただいたんですけど、で中でもうちの中ではハビタットスタイル似合うのはねこのエボリスピナかなと思って、こんな感じでね植え込んでみました。下にはね通常の育成用のいつもの用土を敷いていて、その上にこういう風にね富士砂を散らして、このね下のところに富士砂が敷き詰められていて、でその上にこういったね石とかがねハビタットスタイル用というか売ってるんですよね。アクアリウム用なのかな。そういった石を購入してきて、こういう風に並べて自生地のね雰囲気を作っています。エボリスピナってもう国内にねこう輸入したものはこの株のままコロンとね売ってるのでわからないんですけども、自生地に行くとこう岩場にねボコボコとこれがね生えてるんですよね。そんなところに生えてるのっていうのはね、本当に岩場みたいなところからこのね立派なエボリスピナがスッとね生えてるんですよね。でなのでその雰囲気をね再現しようと思って、こういった感じのハビタットスタイルというのをね今年やってみました。めちゃめちゃ満足してます。かっこいいですよねこれね。で自生地の写真とかを見ながら参考にしながらやってみるんですけど、もう自生地ね行ってみたくなりますね。サイズはねもうこれの何倍も大きい、もう本当に1メーターぐらいのやつとかも結構あるらしいんですけども、ちょっとそういった雰囲気もねいつか実際にね現地に行って見てみたいなとかいう思いを馳せつつ、自宅ではねこういったハビタットスタイルっていうのをチャレンジしてみました。結構いい感じにできたんじゃないかなと思って気に入っています。はい、こちらもねエボリスピナですね。これは今年購入したものではないですが紹介させていただきました。続いてこちらフィリグリーですね。フィリグリーはねもう成長めちゃめちゃ早いですね。どんどん大きくなっています。もともとね高円寺の目の須山さんで購入してきて、その時はね履かずも10枚ぐらいとかね多分それぐらいしかなかったんですけど、3ヶ月弱でもうこんな感じでねどんどん葉っぱも増えていって、しかもねいい感じにコンパクトにまとまってきてるんですよね。これね結構僕頻度高く水をあげています。特に最初の頃とかはもう2日に1回か乾いてきていたらもう毎日のようにね水をあげちゃってました。やっぱり小さいうちはなるべくね水をあげた方がいいんじゃないかなと思います。あと試しにね活力剤も結構使ってみたんですよね。クロネックスクローンってやつを使ってみたんですけど、こちらですね。これがねクロネックスクローンっていうやつなんですけど、クロネックスクローンソリューション液体のものなんですけど、これを水に1リットルに対して5ミリリットルぐらいかな混ぜて、で水やりをするんですけど、こんな感じでねボトルのデザインも若干ねいかつい感じというかね、なんか海外っぽい感じなので強すぎるんじゃないかなと思って、ちょっとね株に与えるの不安ではあったんですけど、ちょっとずつね試してあげていったらもうどんどんね葉も増えてくるし、あとね結構巨子がいかつくなるんですよね。かなりねいかつい巨子になっていったので、それで特にこれによって葉がね腐ってしまうとか傷んでしまうとかいうこともなかったので、用法用量を守って使えば全然いいのかなと思ってこちら使ってみたんですけど、その甲斐もあってかねどんどん育っていっています。クロネックスクローンはね活力剤なんで、肥料だったら肥料分けとかしちゃうと思うんですけど、活力剤なので肥料とはねまた成分的には違うので、頻度高く上げて腐ってしまったりとか枯れてしまった株はね今んとこないですね。なので今うちの小株全部かなりな頻度で活力剤と水を交互にあげています。でこれとかも最初そんな感じでクロネックスね上げまくって、でどんどん大きくなってきたので、これぐらいのサイズまでねなってきています。ちょっとね見えるかわかんないんですけど、この成長点もねグリーンでいい感じの色になってきてるので、このね成長点グリーンになってるっていうかね、かなりここの成長点真ん中のところね明るい色になってるので、かなりね健康的な育ち方をしてる方なんじゃないかなと思います。アガベね去年ぐらいまでは結構完成したものを購入するのが好きだったんですけども、今年ね結構小株から育てる楽しさっていうのにね気づきまして、もう結構アガベはね育つんですよね。すぐ大きくなっていくので、小株から育てていってこう成長していくのがすごい見ていて楽しいので、完成した株ばかりじゃなくてこういうのこそね植物が育成されるのを楽しめるっていうものだと思いますので、特にねフィリグリー成長すごい早いのでおすすめです。そんなにねアガベの中でもめちゃめちゃ高くないと思うんで、比較的ね買いやすい、あと割と流通もしてると思うので、見つけたらねフィリグリー育ててみてもいいんじゃないでしょうか。3ヶ月ぐらいで倍ぐらいの大きさになりました。はい、そんなお気に入りのフィリグリーこちらですね。そうだ、あと育成環境の話でいくと、うちのアガベ全部屋内で LED 環境で育てています。植物育成ライトの LED ライトの下で全部ね育てています。
それで水やりは結構頻度高く上げていて、小株はもう頻度高くほぼ毎日上げていて、これぐらい中株になってきたら3日から1週間ごとぐらいに水をあげています。乾いてきたら水をあげるって感じですね。それで活力剤と水をだいたい交互にあげているという感じですね。で、活力剤もちょっと後で紹介しますけど、こういうねちっちゃい株、これぐらいの株だったらクロネックスクローンを上げるんですけども、これぐらいになってくるとね、もうこれ中株ぐらいになってるんで、中株になってくるとクロネックスクローンだとね結構徒長しちゃうんですよね。あと肥料とか上げても徒長しちゃうんで、肥料も僕は上げないようにしていて、活力剤もクロネックスクローンはこのね小さい小株の時だけ上げるようにしています。その代わり小株の時はもうジャブジャブ上げています。中株の時はこのね HB101 ってこちらをね上げるようにしています。これは1リットルに対して1滴2滴ぐらいだけ入れればいいという活力剤なんですけど、これも活力剤ですね。こちらをちょっと使ってみてます。こっちだと中株でもそんな徒長してる感じがしないので、これがいいんじゃないかなと思ってね、中株以上の活力剤はこちら使ってます。あと肥料はねやっぱり上げるとすぐ徒長しちゃいますね。ちょっと後で紹介するけど、なので肥料はあげたい気持ちもあるんですけど、形を保とうと思ったらねちょっと肥料の使いどころは考えていかなきゃいけないなと思って今慎重になってます。そうだ、あと育成環境めちゃめちゃ風当てることも重要ですね。水を吸うことで葉が大きくなっていって、それで太陽光だったりこう LED のライトを当てることでちゃんとね上に向かってこういう風に育ってていくんですけども、風をね上から当てると葉の水分を飛ばせるのかな。なのでこうちゃんと株が締まっていくというかね、あんまりこう徒長しないように締まっていく感じになるので、3、4万ルクスぐらいかなの光をしっかり当ててあげて、それで風もバンバン当ててあげて、それでしっかり水もあげると。こういう風にしていくとすくすくとね育っていくと思います。マンションとかの環境だとベランダとかね直射をこう浴びさせにくい環境にあると思いますので、なのでね、こう植物育成用の LED ライトってたくさん出てきたと思うんですけど、室内でも LED がね太陽光と同じぐらいの強い光を当てることができるので、あとは水とちゃんと風を送ってあげれば結構ねいい感じにこういう風に育ってきます。そんな環境下で育てたフィリグリ、これもお気に入りの一株ですね。続いてこちら、これがアガベチタノタのディアアントラーというものですね。鹿の角という意味ですかね。こちらね結構見た目白芸に近いかなって感じもあるんですけど、このね虚子のうねうね具合とかねすごい白芸っぽいんですけども、購入時にね札に書いてあったのはディアアントラーと書いてありました。バイオフィラグリーンさんのポップアップで購入したやつだったと思います。やっぱり虚子のこの白い部分が広いとねインパクトありますよね。アガベらしいというかね、かっこいいんですよね。これもね結構すくすく育ってきてくれていて、葉も展開してきてはいますね。下葉がねちょっと今枯れちゃったりしてるんですけど、これ下葉ね枯れてるのどうしようかなと思ったんですけど、なんかこれはこれでかっこいいなと思ってね、枯れたままにしておこうかなとか思ってます。このね葉が枯れてされた感じとかっていうのもねちょっとアガベのかっこよさの一つかなと思うので、ちょっとこれはこのままでいこうかなとか思っています。鉢もねグリーンマウンテンさんのこれ 3D プリンター鉢なんですけども、クラックスリット鉢ですね。このねひび割れたデザインの鉢、これともね合うので、しばらくはねこれに入れて育成していこうと思います。これもかなりね気に入ってる株ですね。もう見た目かっこいいですよね。はい、続いてこちらブラック&ブルーですね。これかっこいいですよね。これ島村園芸さんでお迎えしたやつかな。このねブラック&ブルーたるゆえんの黒い虚子とこのブルーがかった肌、これねめちゃめちゃかっこいいんですよ。これもねすごいいい感じに育ってきていたんですけど、ちょっとこれ見ていただきたいんですけど、これ分かりますか？この1枚だとこの辺、その下の葉に比べて明らかに長くないですか？これね完全に徒長しちゃったんですね。これちょっと失敗したところがあって、肥料をねハイポネックスの粉末の方とリキダスを合わせたものを1回だけあげたんですけど、1回あげただけでめちゃめちゃ徒長しちゃいました。これぐらいのサイズの株は肥料を与えたりするとね一気に徒長しちゃいますね。ここまでね紹介した株にも同じようにねリキダスとハイポネックスねあげたんですけど、ブラック&ブルーだけね極端に徒長しましたね。ほんとそれまでの葉に比べて明らかにこの3枚ぐらいだけが徒長したんですよね。3枚展開してるんで成長はしてるんですけど、徒長して成長しちゃったという、そういう感じですね。それまではね結構キュッと締まってまん丸な感じでいい形にね育ってきていたんですけど、1回肥料をあげただけでこんな感じにね徒長しちゃいました。なのでちょっとこれから
はね肥料をあげずに、基本活力剤と水だけでちゃんと育成していって、でまたねちゃんと葉を展開させていって丸々とした形にね仕立てられるように調整していこうかなと思っています。枯れたりしなかったんでね全然良かったんですけど、もうこれねせっかくねゴージン鉢、これゴージンとコンバースのコラボ鉢でかなりね気に入ってる鉢なんですけど、コンバースのねブランドカラーがなんかネイビーというかね青系らしいんですよね。なのでよく見るとこれゴージンってあんまり青系じゃないんですけど、少しね青い塗料を混ぜ込んだような感じのね濃紺がね混ざってるこういった鉢なんですけど、でブラック&ブルーなんでこれ合わせたらかっこいいだろうなと思って植え込んで、それまではねすごい丸々可愛い形に育っていたんでこれぴったりだなと思って植え込んでるんですけど、植え込んで肥料をあげた瞬間にこんな感じで徒長してね少し格好悪くなってきてしまったので、またねちゃんとこのゴージン鉢に合うような形に仕立て直していければなと思っています。そのね自分のさじ加減でアガベのね形を調整していくって、これもねまた育成の面白さだったりすると思うので、これもね地道にちゃんと形を整えていきたいなと思っています。でもね見た目やっぱりかっこいいですね、ブラック&ブルー。はい、こちらもね気に入ってる株ですね。はい、続いてこちらがレッドキャットウィーズルですね。うちにも何株かありますが、レッドキャットウィーズルかっこいいですよね。このね巨子がすごいいかついですね。これも最初はねここまで巨子いかつくなかったんですよ。ちょっと見ていただくと分かると思うんですけど、この下の方の巨子、この辺とか分かるかな、そんなに大きい巨子じゃないですよね。トゲトゲがそんなに大きくないですよね、この下とかも。だけど分かりますよ、この辺ぐらいから一気に巨子いかつくなってきてますよね。この一番新しい巨子とかってこんなですよ。こんな感じに尖ってるというかね、幅も広くて強烈な巨子になってきてるんですけど、こういったね感じで巨子のね幅いかつさがねどんどん増していっています。これも島村園芸さんで購入したものなんですけど、この巨子のね幅が広がったのうちに来てからな気がするんですよね。島村園芸さんは特にね LED 環境とかではなかったと思うので、うちみたいに部屋の中みたいにね強力な LED を当ててる感じでもなかったと思うので、しっかり綺麗に育ってはいるんですけど、そのせいかあんまりね巨子もいかつくなかったんですが、うちのね強い LED 環境に置いたことと、あとさっき言っていたクロネックスとかそういうのを使ったことによってなんか巨子がどんどんいかつくなってきていてかっこよくなってきている感じがしますね。でレッドキャットってね割と葉が少し伸び気味というか、あんまりね単葉で詰まった感じにはならないで少し葉が伸びた感じになるので、これはこれでね全然徒長してるというふうには僕は捉えていないんですけど、なんならねこの LED 環境にしてから短めの葉がたくさん展開してきてる気がするので、この結構ね葉数増えましたね。5、6枚増えたかな。順調な成長を遂げていってると思います。これがねもっとこのいかつい爪がねわーっと開いて葉数が増えてきたらね、もうインパクトすごいことになりそうですよね。もう今から楽しみです。はい、そんなレッドキャットウィーズルですね。レッドキャットウィーズルね結構最近はめちゃめちゃ入手しやすくなってるんじゃないですかね。小株とかだったら本当に数千円で売ってるお店とかもあったりするので、割とね成長も早いと思うので、レッドキャットとかもね今からアガベを始められる方とかだったら結構成長も楽しめると思うし、このアガベらしい強い巨子をね自分で作り出していくって楽しみもあると思うので、こちらもねアガベをこれから楽しんで始めてっていう方にもねおすすめな株かもしれないですね、レッドキャットウィーズル。僕もねアガベ始めて 2,3 株目がねレッドキャットウィーズルだったと思うんですけど、そんなね個人的にも割と思い入れのあるアガベですね、レッドキャットウィーズル。はい、続いてこちらはアガベ京都と名付けられたものになっています。こちらもねカクタスミサオさんで購入してきました。これも少しねやっぱり肥料をあげてからか若干ね徒長気味になってきてしまっていて、もともとねもっとコンパクトだったと思ったんですけど、少しね葉が開いてきた感じもあったりするので、今はねまた仕立て直してるところです。でもねこの葉がいい感じにボリュームあってすごいね強い印象がありますね。葉が強いといった感じですね。なのでこれも育成次第ではかなりインパクトのある株になってくんじゃないかなと思います。これもね順調に大きくはなってきてるので、ここからねもっと仕上げていきたいなと思ってる株ですね。はい、続いてこちらはアガベではなくてマンガベのプレイングハンズという種類ですね。このプレイングハンズ、祈りの手って意味ですね。これはね純血のアガベではないんですけど、マンフレダという植物とアガベの交配ですね、ハイブリッドですね。なのでちょっとこのアガベの並びで紹介させていただきました。これはねまたアガベとは違ってつるんとしたねこういうつるんとした葉が展開しているものになっていて、結構葉数も多くて、でこれもともとねもっとキューッと締まっていて、まさにねこんなボール状だ
だったんですけども、これもねちょっと管理状態があんまり僕がうまく管理できなかったので屋外管理だったんですけど、やっぱりね屋外の日照条件だとね、もう東京とかの日照条件だとなかなかねこう光量が足りないんでしょうね。どんどんね徒長してこう丸さもね失ってきてしまってて、締まってない感じになってきちゃったんですよね。しかもこの前ね実は大手術というかねオペをしまして、ここのねちょっと見えるかな、この真ん中のあたりにですね思いっきりカイガラムシにやられちゃったんですよね。カイガラムシの卵とあと綿みたいなやつがびっしりついていて、僕それ全然気づいてなくて、でこのね中間の1枚がねなんか完全に枯れたんですよね。なんか変なとこ枯れたなと思って、この周りから枯れるならまだしも中間で枯れてるからなんだろうと思ってよく見てみたら、こう奥の方にその綿みたいななんかまあ蜘蛛の巣みたいなのが張っていて、でおそらくカイガラムシだと思うんですね。カイガラムシらしき卵がプツプツとあって、でまあ虫にやられちゃってたんですよね、言ってしまうとね。でなのでちょっと一回全部そのカイガラムシっぽいやつで全部取って、あそうだ、これねアガベとかの葉のね間に入ったカイガラムシとか虫の卵とか汚れとかそういうのを取るときにね、これめちゃめちゃいいんですよ。これ前回園芸ツールでね紹介し忘れたんですけど、これ知ってますか？粘着綿棒なんですよ。まあ綿棒じゃないんですけど、正しくはこの先が粘着がついていて、これでちょっと短いんでねやりにくいんですけど、これでこういう風に中ちょん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 とかやると、このね粘着で卵とか、まあ、虫の死骸とかね、あとはまあ葉っぱとかもですけど、そういうのをねくっつけて取ることができるというものになって、粘着力結構強力なんで、こんな感じでね用土の1つ2つぐらいだったらねくっつけて取ることができるぐらいしっかり粘着力があるものになっていて、でこれを使ってねちょん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 とやって、まず取りまして、それでもうこのままドボ漬け、水にもう頭まで全部1時間ぐらいかなつけて、こうまあちっちゃいねワシャワシャと虫の死骸か卵かなんか浮き出てきたんですけど、そういうね処置をしまして、どうにか完全に除去して今綺麗な状態になってるので、で幸いね成長点はやられていなかったんで、一応ねまだ新芽もね展開してきているので、で形もねなんか不格好になってしまったんですけど、こっからねまた綺麗なプレイングハンズ、祈りの手に向かってね仕立て直していこうと思っています。一瞬管理をね放置してしまったのがねあだになりまして、もうちょっと目を離したらそんなことになっちゃったんで、もうこれからね大切に育てていこうと思います。そんなねマンガベプレイングハンズですね。はい、こちらはね純血ながりではないですけど紹介させていただきました。はい、続いてここからは小株をね紹介していこうと思います。小株ね今年結構たくさん迎え入れてまして、さっきも言ったんですけど去年まではね結構仕上がった大株をね、中株以上の大きめな株をね迎え入れることが多かったんですけど、今年はこのね小株、小さい株からちゃんと自分で水やりとか光とか風とかをうまくコントロールしていって、理想的な形にね自分で仕立て上げていくっていうね、成長させていくって、それのね楽しみが去年以上にね分かってきたので、ちょっと今年はね結構こういった小株の育成をね楽しんでたりします。そんな小株たくさんある中からまず一つ目、こちらのアガベチタノタホワイトクローですね。白い爪見てください。もうこんなちっちゃい株なのにこんなにねインパクトのある存在感のある巨子がね連なっています。すごいかっこよくないですか、この巨子。展開しようとしているこのね葉とかもね、内側の葉っぱをね巻き込んで爪でね抱え込むようにしているこの様とかね、もうすごい力強さを感じますよね。これはねカクタスミサオさんで購入しました。このホワイトクローね何株かこう並んでいて、他のアガベもたくさん並んでたんですけど、このね小さいながらこのインパクトがすごすぎていろいろね目移りしたんですけど、まずねこれだけは絶対ね迎え入れて帰ろうと思ったね、そんな株でした。めちゃめちゃかっこいい。これもね順調に葉が展開してきて大きくなってきてるので、1年後とかね楽しみですね。で続いてこちらは有名な白芸ですね。プランズバイザコアさんが島村園芸さんでポップアップ出されてた時に購入させていただいた白芸なんですけど、これもねどんどん大きくなってきていますね。購入時の写真またここ出しておきますけど、こんなちっちゃかったんですけど今ねこのサイズまで大きくなりました。非常にね見た目的にも
今後がね期待できる成長をね遂げていってると思います。これもねちっちゃいながらこんな巨子のうねりがもう白芸感すごい出てますよね。この白芸の成長もね楽しみです。はい、続いてこちらはアガベチタノタのシーザーですね。有名なシーザーです。こちらもプランツバイザコアさんで購入させていただきました。これもね最初結構ちっちゃかったんですけど、どんどんね大きくなってきてますね。葉も大きくなってきて、それで葉の厚みがすごいいい感じになってきてますね。ムチムチになってきました。それでこの巨子、これもね見えますかね。トゲトゲがいい感じの巨子が出てきてますね。これもねたくさんお水与えてどんどん大きくしていきたいと思います。かなり葉数葉の厚みともねいい感じになってるので、この調子でね成長させていきたいなと思っています。はい、こちらシーザーですね。はい、続いてこちらがアガベチタノタの覇王竜です。はい、こういった結構葉の長い覇王竜ですね。こんないかつい名前の覇王竜、これもねご覧の通り巨子がうねとねいい感じの巨子が立ってますよね。これは五反田ビッグバザールで毎年ね結構大人気で、もう人だかりがすごい台湾のナーセリーさんから購入させていただきました。一応クローン株なのかな、メリクロンなのかな、もうめちゃめちゃ破格で購入できちゃいました。数千円とかなんですよね。でメリクロンで、実際にどんな親株もね見ていないのでどんな感じで成長していくかわからないんですけど、成長していってどんな形になるか、あとは自分がどんな形にしていけるか、これもね小株から育てていく楽しみの一つだと思うので、これがねどんな成長を遂げていくか非常に楽しみですね。これもね順調にすぐに発根してくれていい感じに育ってきています。これの成長もね楽しみですね。はい、続いてこちらがアガベチタノタの老人ですね。老人いつもねどっちだっけと思うんだけど、多分老人で合ってますよね。老人というアガベになってます。これもねこんな感じで細かいけどちゃんとね割と幅の広い巨子がびっしりとね巨子がくっついてますね。この辺とか見ると分かりやすいと思うんですけど、結構ね巨子の数多いんですよね。で一個一個があんまりこのね下のところが帯でね連なってなくて、巨子だけが白くて白い巨子がちょんとねこう後からくっつけたみたいな感じでついているというのがね特徴ですね。で上の方になってくると少しねうちの LED 環境になってきてから若干この白い帯みたいなのもね出るようにはなってきてるんですけど、でもね結構この葉一枚一枚が本当に歯みたいな感じで、サメの歯みたいな感じでくっついてるというね面白い巨子のつき方のするアガベですね。こちら老人、これもね島村園芸さんで購入したかな。結構これも成長して急成長しましたね。大きくなってきてるのでこれからのね成長楽しみな株です。続いてこちらがアガベの FO076 ですね。プラネットロックプランツさんがポップアップでね販売されていたものを購入してきたんですけど、 FO076 ねうちいくつかあるんですけど、このね小さいサイズから育てたことがなかったので、ちょっとこちらをね小株から育てていってちょっと仕立ててみたいなと思ってね購入してみました。これもねいい感じでもうすごい青々としたこういう新しい葉がね出てきてるので、これもねいい感じに展開していってくれると思うんで楽しみですね。この成長点のね淡い緑の感じ、これ可愛いですよね。見えますかね。若い葉が出てきてるこの感じ、この瞬間、これもねアガベの成長の楽しみの一つですね。はい、こちら FO076 です。続いてこちらがアガベチタノタのクラブですね。カニっていうやつですね。はい、こんな感じになっていて、かなり丹波で、スタンダードなアガベっていう感じなんですけど、これも肉厚にね葉が展開してきているので、これ結構ね育てがいのあるというかね、この形丹波で肉厚な葉をね維持しながらちゃんと大きくしていくっていうね、これもちょっと成長させるこの喜びのありそうな一株だなと思ってね、一生懸命これも水やりして育てていっています。可愛いですよね、カニ。はい、続いてこちらがアガベチタノタのグレートビーストですね。巨獣というものです。名前がいかついですね。これはボタニカルサーカスでカニックさんから購入させていただいたものですね。巨獣もね割と丹波でこう肉厚なね葉が特徴的なんですけど、見ていただくと分かると思うんですけど、この結構細いけどニョロニョロっとねちゃんと炎のように登っていってるね巨子、これがねかっこいいですよね。大きくなったらどんな感じでこの巨子が厚みを増していくんだろうと思うとねもうワクワクしますよね。であとねこのトップスパイン結構長いんですよね。これとかこの丹波からトップスパインが長いってね、さっきのねディアアントラーとかにちょっと近い感じの巨子になるのかなとか思って、巨子のうねうね具合とかめちゃめちゃかっこいいなと思って、これもね早く大きくなってほしいな。巨獣という名前にね遜色ないような成長をね遂げさせられるようにちょっと頑張ってるところですね。はい、こちらもお気に入りの株です。巨獣
はい、続いてこちらが地獄フィリグリーですね。名前いかついですよね。地獄フィリグリーです。これもね、プラネットロックプランツさんから購入させていただいた株になってます。これもね、小株ながらすでにこんな感じでかなりね、特徴的なインパクトのある巨子がね、出てきてますよね。これもいい感じの葉がムチムチと育ってきてくれていて、今後のね、成長が楽しみなアガベですよね。これもね、小株ながらやっぱりフィリグリーだからね、成長速度非常に速くて、どんどん大きくなってくれています。これもね、将来楽しみな株ですね。はい、続いてこちらがアガベチタノタの海王ですね。海の王様海王です。これも五反田 BB でかなり破格で購入させていただきました。これもメリクロン株なんですかね。こんな感じで結構ね、他のアガベに比べると葉が割と長めですね。細かい小さな巨子がちょんとね、ついてますね。これはこれで可愛いですよね。これは大きくなってきた時どんな形になるのか非常に興味深い株だなと思ってね、こちらも買ってみました。はい。これもね、未発根状態から育てていますけど、すぐにね、発根していい感じにね、葉数も徐々に展開してきています。はい。どんどん大きくなると思うんで、これも楽しみですね。で、続いてこちらは先ほどのディアントラーの小株ですね。こちらの小株ですね。この購入した時にすでにね、この脇からね、ネギというかほんと細いこの1本だけぐらい、そんな感じの細い小株がねついていて、その小株を発根させて植え込んで、それでね水やりひたすらしていたら、もう何ヶ月3ヶ月ぐらいであっという間にここまで葉が展開してきました。もうネギ状態からちゃんとアガベらしくなってきましたね。でこれもね、すでにこれ見ていただくと分かると思うんですけど、もう一番新しい葉とかね、こんな感じで巨子がシュシュシュとねたくさん巨子ついてるので、これしっかりね育てていって、このいかついねディアントラー、親株が間違いなくこれなんで、ちゃんと育てていったらこれとね同じような感じのインパクトのある株になるはずなので、こちらもねしっかり育てていきたいと思います。楽しみですね。続いてこちらがオアハカオテロイの US クローンの株です。メリクロン株ですね。これ島村園芸さんでバーっとねたくさん並べて売られていたものですね。僕ね実はこれ買いに行けなかったんで、その時ねリトマンさんにお使い頼んで、僕の分買っといてくださいって言って購入していただいたものになってるんですけど、組織培養で作った株ということで、結構最近のアガベ界隈では割と話題になってる生産方法というのかなになってるんですけど、通常のねこういった大きい株から小株をねこう取っていくっていうのとは違って、量産できるので価格で出回りやすいというところが特徴で、これがねクローンじゃなかったら結構値段もねすると思うんですけど、クローン株だったのでねかなり破格で購入することができました。クローン株ね、これ初めて僕発根管理したんですけど、噂には聞いていましたが、いつも通りの水苔発根したら 2,3 日で一番下の葉がね溶け落ちたんですよね。でもうこれ終わったなと思って、クローン株ねやっぱり発根管理難しいのかなと思ったんですけど、溶けてしまった下葉はむしり取って引き続き水苔発根にしたんですけど、環境を良くして風をちゃんと当てるようにしてあげたら溶けることなく発根してくれました。なのでその樹れてしまうっていうんですかね、長時間蒸れた状態にすると結構ね下葉だけじゃなくて成長点もろともね溶けてしまう、樹れてしまうかもしれないので、ちょっとね管理は気をつけた方がいいかなと思いましたが、どうにかね発根させられまして、発根してからもね順調に葉数も増えていってますね。非常に健康に育っていきそうな雰囲気があります。はい、メリクロン株、親株の写真見させていただいたんですが、本当にね通り育ったらかなりかっこいい株になりそうなので、僕のね今このシャツのこんな感じのね大墓の写真だったんで、育っていったらこんな感じになるかもしれないということなんですけど、クローン株が本当にねどれぐらいの精度で親株に近くなるのかもわからないんですけど、でもねこの巨子の感じとか見ると結構期待はできる感じかなと思ってるので楽しみです。はい、続いてこちらがアガベのチタノタブラックファイヤーですね。黒煙、黒い炎、こちらも五反田ビッグバザールで購入してきた株になってます。なのでこれもねクローン株だと思います。はい、こちらはねブラックファイヤーというぐらいなので、この巨子がね黒いんですね。黒くてこう炎のように立ち上ってる、かっこいいですよね。他の白い巨子のアガベとはまた違ったかっこよさ。巨子が全部上に向かっていってるんですね。こんな感じでもうノコギリみたいな感じの巨子のつき方しています。他のアガベとはねまたちょっと違った雰囲気の株ですよね。続いてこちらがアガベチタノタハデスです。ちょっとね小さいので分かりにくいですけど、
こんな感じで丹波でムチムチの葉、そして巨歯もねしっかりいかついハデスですね。この巨歯のうねり具合、そしてトップスパインのこの主張、かっこいいですよね。これまだ小株ですけど、この感じでちゃんとね徒長もしないで葉が展開していったらハデスらしいね立派な面持ちになっていくんじゃないかなと思います。これもね成長楽しみです。ちょっとね思ったより成長はゆっくりかなっていう感じがするんですけど、でもこの調子でね育っていってくれるのであれば大満足なので、形崩さないようにうまく育てていきたいと思ってます。葉です。続いてこちらが FO076 コンパクタ from GG ですね。ジェラルド・ジェリングさんの作り出したと言われているこちらの FO076 のコンパクタですね。こちらね以前紹介したこの去年購入したコンパクタ、これの子株なんですね。この下にくっついていた株を取って育てているものになってます。ちょっとねこの親株の方が最近ちょっとね一回植え替えをしてからこじらせてしまっていて、ちゃんとね水が吸えていないのか少しね形が悪くなってきてしまっていて若干不安で今ねしっかりケアしてる最中なんですけど、そこからね取った子株こちらですね。若干今ストレスカラーが出てこんな感じで少し黒ずんでいて、赤と黒を繰り返してる感じなんですけど、でも一応こちらもねちゃんと育って水を吸ってね大きくなってきているので、しかもねこれよく見るとね分頭というかねこっちとこっちにね2つ分かれて株が展開してる感じなんですよね。なんかツイッターとかにも書いたんですけど、上の部分がね塞がってしまってなんか葉が展開しないまま先っちょの部分が枯れて固まってしまうみたいな謎の状況になっていて、でどうしようかなと思ったんですけど、うまいことねその先端の部分だけ除去して枯れた部分だけ切り取ってまた葉がしっかり綺麗にね展開してきているので、とりあえずトラブルは出したかなという感じなんですけど、これがねちゃんともっともっとね大きく育っていってくれて、このね株に近い形になってくれることをね願っています。こっちがね少し今心配なんでしっかり見てあげようと思ってるんですけど、若干ねこう水吸えてないのかな。根はねちゃんともちろんバチバチに出ていたし、今ね根がここはもうすでに上がってきてしまってるぐらいなんで根はしっかりねあるんですけども、ちょっとねこちら崩し気味。あとそうだ、これ分かる方いますかね。この巨歯の下のここのところだけがねこんなもう枯れたみたいになっちゃったんですよね。ただこれね樹れてるわけじゃなくてカサカサでもねこのカサカサがね解消されないんで、この上の2枚だけなんですよ。こことこの2枚だけ、これだけがねちょっと気がかりなんですけど、どうにかねまた健康的な面持ちにね戻っていってくれるといいんですが、僕次第なんでしょうね。詳しい方、これが今どういう状況か、僕がちゃんとどういう状況か問題の把握ができていないので、もし分かる方いたらねアドバイスいただけたら嬉しいです。そんな FO076 コンパクタ from GG の子株です。はい、続いてこちらがアガベチタノタのソーラーエクリプスですね。有媒源流ってやつですね。はい、こちらもねこの符かっこいい、綺麗ですよね。この黄緑色のライン、これがねすごい素敵ですよね。これも五反田 BB で、一応これもメディクロンなのかな。めちゃめちゃ破格で購入できました。でこれもね未発根状態で購入したものになっていて、結構ね発根管理手こずったんですけど、どうにか発根してきて徐々にね葉も展開してきていますね。このねまん丸に詰まったアガベもかっこいいんですけど、こういう風に葉がちょっと長いアガベもねこれはこれでね素敵ですよね。こういうのもねアガベの一つの魅力じゃないでしょうか。はい、続いてこちらがチカニと読むのかな。血のカニというね名前で売られていたものですね。これはアガベイシスメンシスとあとブラッドスポットのハイブリッドになりますね。ちょっとこれね実は発根していなくて、これがねなかなか発根苦戦していて、今未発根状態で水苔ダメだったんでもう土に植え込んじゃったんですけど、で発根にね結構手こずったからかちょっと色がね薄くなってきちゃったんですが、わかりますかね。もともとここにあるように黒いね斑点がポツポツポツっとねついた、この辺とかわかりますかね。こんな斑点ついてますよね。こう斑点が入ったねイシスメンシスで、見た目めちゃめちゃ可愛かったんで迎え入れてみたんですけど、ちょっとね発根苦戦しているというね状況なんですが、これねちゃんと発根してしっかり育っていって葉も展開していって、このねブラッドスポット斑点がね綺麗に浮き出るような成長にしてもらいたいなと思ってね、今頑張ってこちらも発根管理をまずはしていってます。一応ね腐ったりはしていなそうなので、ちょっとね地道に今これの発根管理を頑張ってるところですね。続いてこちらもイシスメンシスですね。王飛雷神ですね。
最初の方に紹介したジャガーノートのハイブリッドですね、あれを購入した時におまけでいただいちゃったイシスメンシスです。大飛来神、すごいね、この真ん中に入っているこの符が綺麗ですよね。白いラインが入っていて、でイシスメンシスはね、アガベの中でもなんか優しい雰囲気があるというか、こう挙手がねいかつくないので、それでいてね、ちゃんとこの多肉植物というかアガベらしい雰囲気もあって、色もねライムグリーンで可愛らしい色してるので、イシスメンシスもねちょっと僕ハマっちゃいそうな感じはあるんですけど、こっちはねこっちでいろんな種類あったりして開拓していっちゃうとほんと止まんなくなりそうなので、あんまりね目を向けないようにしていたんですが、おまけでいただいたこちらを見てからね、イシスメンシスの可愛さにちょっと興味を持ってしまっていて、もしかしたらこれから増やしちゃうかもしれないです。はい、あとこちらがアガベの笹の雪ですね。これはカクタスミサオさんでちょっとおまけ同然で譲っていただいたものになっていますが、笹の雪もね僕初めて育てているので、ちょっとここからねまだ小株なので、ここからどんな感じに育っていくかね楽しみなんですけど、こちらもね今年迎え入れた株の一つですね。はい、続いてこちらが僕これ初めて見たんですけど、アガベのグイエンゴーラというものですね。めちゃめちゃインパクトありますよね。これもねカクタスミサオさんから連れて帰ってきた株なんですけど、ストレスカラーだったのか葉がね結構半分ぐらいピンク色で、そのねこの辺まだピンク色残ってますけど、そのピンク色とこのねライムグリーンの合わさった感じもねめちゃめちゃ可愛かったんですけど、今ねちょっとストレスカラーがなくなってきたからかピンク色はね薄れてきているんですけども、でもね明るいグリーン、この色も可愛いですよね。可愛いけど葉が結構しっかり大きく展開しているので、もうインパクトすごいんですよね。でよく見るとこんな感じで細かなね挙手がたくさんついていて、ちょっとねドラゴントゥースとか近い感じもありますけども、これは他のアガベとは全然違った感じのインパクトがあるアガベですよね。すごいですよね。これとこれが同じアガベにくくられるってね、もう意味わかんないですね。もう全然別物ですよね。こう見るとね、アガベって200種類ぐらいあるとかも言われていますけど、もう確かにここまでね幅広く違いがねあると考えるとね、なかなかアガベの世界広いなと思いますよね。僕ね結構これ気に入ってるんですよね。可愛いですよね。これよく見るとね多分群生してるんですよね。こことここはね多分違う株なんですよね。あとここもか3つ4つもう、これ小株か。これ小株っぽいですね。こことかこれとか多分小株ですね。これ今ちゃんとよく見たらこれが親株で、小株が12345個だ。小株6個ついてるんですね。これ株分けよっかな。いやまだついてるわ。これも小株だ。ここの下にあるやつちょっと見えないかな。これ見える。これだ。これもね小株ですね。すごいめちゃめちゃ小株ついてる。知らなかった。これね結構可愛くて気に入ってるんで、ちょっと小株分けてまたそれぞれ別々に育成してもいいかもしれないですね。それかこの群生してる感じを楽しむか。いやー可愛いですね。はい、こちらがアガベのグイエンゴーラですね。はい、結構長い動画になっちゃいましたけど、最後までねご覧いただきありがとうございました。気になるアガベとか育成環境に関する質問なんかはコメントでいただけると嬉しいです。近々アガベ以外の植物、開墾植物とか灌木系、あとはねユーフォルビアを今年たくさん集めてしまっているので、そのあたりとかねまとめて紹介していこうと思いますので、気になる方はねよろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとベルマークも押しておいていただけたら嬉しいです。もしこの動画が良かったと思った方はぜひグッドボタンをよろしくお願いいたします。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。